低学歴に効く薬ない。諦めて咳に苦しみながら痛みに耐えるこった。とある病気で入院した高卒の俺に、ある医師がそう告げた。その発言を聞いたナースが彼へと詰め寄り、笑顔で言い放つ。あんた、覚悟できてるんでしょうね。とことん骨抜きにしてあげるわ。俺の名前は里中夏。クッキーの製造工業に勤める31歳の会社員だ。彼女はいなく、独り身街道まっしぐらな俺は、先輩たちからもそろそろいい子を見つけろよとせかされる毎日。恥ずかしい話、婚活にも参加したことはあるが、給料が安く、低学歴低収入の俺が相手にされることは全くなかった。周りの同級生は結婚し、みんな子供がいたりして充実しているのに、俺だけ取り残されている。そんな生活に内心、焦りを覚えているのが本音だ。夏は奥手で引っ込み思案だからな。もう少し度胸をつけた方が出会いも増えるんじゃないか？それよりは女性経験だろう。キャバクラとかスナックでも行って女性への接し方を学んできた方が絶対にいいぞ。職場の先輩からは彼女がいないことをバカにされ、こうやっておちょくられる日々。なんでそんなこと言うんですか？俺だって人なんですから、あんまり言われすぎたら泣いちゃいますよ。バカにされながらも、それに対してふざけた返事を返し、周りがそれを見てケラケラと笑う。いつからだろう。こうやって仮面を貼り付けたような笑顔で人に対応するようになったのは。はじめは傷ついていたはずの心も、最近では慣れてしまったのか、一切何も感じ取れない。また始まったと、心の奥底で彼らを嘲笑いながら対応するばかりだ。夏、お前なんか顔青くね？そんな日々が続いたある日、いつものように出勤したものの、体がだるい上に重い。なんだかやたらと寒気も感じるし、いかんせん気分が悪い。昨日の飲み会での酒が残っているのか？そんなことを思いながら出社すると、俺の上司に体調の悪さを感づかれた。いえ、大丈夫です。これくらいどうとでもなります。無理に笑顔をへつらえながら答えるものの、時間が経つにつれて、どんどん症状が悪化してくる。もうダメだ。意識が飛びそう。そんなことを思った時には時すでに遅し。俺は作業を始めることもなく、床にパタリと倒れてしまったのだ。ここは？次に目を覚ました時には、白い天井に覆われた病室のベッドの上だった。目が覚めましたか？声をかけられた方に視線を向けて驚き、俺は思わず目の前の光景を疑った。お前、なんでここに？俺の視線に飛び込んだのは、学生時代に俺と交際していた元カノ2のナースさんだったのだ。あなたのバイタルを測りに来たんですよ。いきなり意味のわからない言葉を言ったからか、ナースさんは不思議そうに首をかしげながら俺を見つめる。すみません。知り合いによく似ていたもので、勘違いして話しかけちゃいました。ナースさんの声を聞いて我に返った俺は、慌てて彼女に平謝りする。彼女も事情に納得してくれたのか、柔らかな笑顔を見せながら、気にしないように答えてくれた。大丈夫ですよ。その様子なら少しは気分戻りましたかね。あ、はい。まだちょっと気持ち悪いんですが、さっきよりは落ち着いたと思います。吐き気や頭痛、めまいなど何か症状はありますか？数日前から咳や風邪の症状がありました。ただ倒れる直前は貧血のようなふらっとした感覚になって、最近飯をまともに食べていなかったからかもしれません。実はこの1週間、まともな食生活や良質な睡眠をとってはいなかった。あることが原因で心身ともにショックを受け、生きる気力を失っていたからだ。何か仕事や日常生活で嫌なことでも？元カノ2のナースが心配そうに尋ねてくると、俺はこの数日で起こった悲劇を振り返った。
俺がどうしてこうなったのか。そのきっかけは友人からの連絡だった。学生時代、俺は一人の女性に本気で恋をしていた。その子も俺のことを真剣に愛してくれていて、卒業したら絶対に結婚しよう。子供ながらにそんな誓いを立てるほど、俺たちは相思相愛で、このまま幸せな時間が続くと思っていた。けれど、それを阻止してきたのが彼女の兄である宍戸翔太だった。お前、夏なんて男の何がいいわけ？あいつ、学校でろくな噂聞かないぞ。二つ上の宍戸先輩は、俺と同じ塾に通う顔見知りの先輩だった。優等生のふりをしながら、裏では周りを力で支配する輩そのものな人で、要領よく悪さを働いては、後輩たちから意味嫌われるような存在だった。そんな先輩に俺と彼女が交際しているのがバレてしまい、その日から俺は地獄のような生活を送る羽目になった。ねえ、聞いた？一年の里中くん、他校の女子と絡んで浮気してるらしいよ。嘘！里中くん、宍戸さんと付き合ってるんでしょ？宍戸先輩が見かけて問い詰めたって噂だよ。身に覚えのない浮気説を流され、挙句には俺が同級生の女子をからかっていた。自分より年下の中学生にお金をたかっていたなど、ありもしないデマを流され続け、ひどい時は担任にまで呼び出しを食らい、事実確認をされるほどだった。どうしてこんなひどい真似するんですか？我慢の限界が来た俺は、彼女に内緒で、宍戸先輩に接触を試み、塾の帰りに彼を問い詰めることにした。お前が気に食わないから。あっけらかんとした様子で、何の悪びれる様子もなく答える宍戸先輩。その様子が理解できなくて、俺は険しい表情を浮かべながら、宍戸先輩の話に耳を傾けた。俺の可愛い妹だぞ。その妹が、お前みたいな妹男と付き合うなんて、恥ずかしすぎてマジ勘弁。どうせなら、俺と同じぐらいの人気者じゃないと釣り合わないだろう。ゲラゲラと愉快そうに笑いながら俺のことをバカにする宍戸先輩。宍戸先輩は学校でも有名なほど極度のシスコンで妹への愛をこじらせていた。彼女の幸せは彼女が決めることでしょ。兄貴のあんたが彼女を支配するなんて間違ってる。俺が支配しているならの話だろう。妹も言ってたぜ。お前みたいなモテない底辺男。こっちから願い下げだってな。なんだと？いい加減なこと言うな。腹が立った俺が彼を追い詰めようと手を伸ばしかけた瞬間だった。夏、いい加減にして。俺の背後からいきなり彼女が現れ、俺の服をつかみ、先輩に伸ばしかけようとした行動を阻止されたのだ。なんで君がここに？お兄ちゃんを迎えに来たからよ。そんなことより、その手を下ろして。俺は彼女の様子に思わず動きを止めた。今まで見たことも感じたこともないような冷たい眼差しを向けられ、思わず身が凍る。それ以上、お兄ちゃんに変な真似しないで。完全に俺を悪者扱いし、彼女は宍戸先輩をかばったのだ。私、もう夏のことなんとも思ってないの。こんな生活にも疲れたし、愛想も尽きた。何が何やらわけがわからず、この状況が理解できない俺は、頭の中が真っ白になった。けれど一つだけ察せるのは、今から彼女が俺に何を言おうとしているのか、だ。私、もう夏のこと好きじゃない。やめろ。それ以上言わないでくれ。だから夏、頼む。そこから先の言葉だけは、私と別れて。俺の悲痛な思いも虚しく、
元カノは何のためらいもなく俺に別れの言葉を告げ、それを聞いた宍戸先輩は高笑いをする。とうとう大好きだった妹にまで愛想をつかされたな。ま、お前みたいな凡人に俺の妹は似合わないわ。せいぜいその辺のネクラ女でも捕まえて仲良くやってくれよ。じゃあな、と元カノを連れ、気力を失う俺をその場に残し、先輩と元カノは姿を消した。そしてその日の夜、俺の携帯に一通のメールが送られてきた。夏ごめん。お兄ちゃんが夏に嫌がらせしているの、もう耐えられない。私といたら、夏はもっと不幸な目に遭う。これ以上、私といない方がいい。ずっと大好きでした。今までありがとう。先ほど俺を盛大に振った元カノからの最後のメールだった。電話をかけてもつながらず、メールに返信をしても返ってこない。学校で声をかけようとすれば、宍戸先輩の取り巻きに監視され、すぐにそれを宍戸先輩にチクられ、そこからさらに嫌がらせが始まる。元カノも俺を完全に無視し、俺は必然的に彼女と絶縁させられたのだ。そんな彼女のことが忘れられず、大人になった今でも引きずっていて、なかなか次の恋に進めなかった。けれど先日、友人から彼女が結婚したという連絡をもらった。相手は医者で、俺とは違い、高収入高学歴と優秀な旦那さんらしくて、彼女が前に進んでいることに安心したと同時に、俺の心の中の何かがぽっきり折れてしまい、そこから俺は狂ったように毎日飲み歩いていた。普段なら付き合わない先輩たちの飲み会にも参加し、浴びるように酒を飲み続ける日々。先輩たちには心配されても、得意のおバカキャラを貫き通し、一人の時間を作らないように過ごしていた。少しでも一人になれば心が病んでしまい、家から出られなくなる。そう思ったからだ。結果、見事に免疫力が低下し、俺は風邪をこじらせて肺炎を患ってしまったのだ。そんな辛いことがあったんですね。肺炎になったのは不規則な生活から来る疲労と免疫力の低下から来たんでしょうね。数日入院すれば容体も落ち着いて家に帰れると思います。何かあったらナースコール鳴らしてくださいね。思わず今までの事情をすべて話してしまったものの、彼女は寄り添うように最後まで俺の話を聞いてくれ、優しく声をかけてくれた。彼女が病室を出ていくと、俺はうなだれるようにベッドに寝転がり、ぼーっと天井を見上げる。このままあの世に行けたら楽になれるのかな。そんな縁起でもないことをぼやきながら、ただ天井を見上げていると、いつの間にか眠ってしまっており、気づけば時刻は夕方を回っていた。次に俺が起きたのは、息が苦しくなるほどの咳をした時だった。あまりにも苦しすぎてナースコールを押し、咳止めでももらえないかと相談しようとした瞬間だった。廊下にまで咳響いてんだけど、他の患者さんの迷惑だから静かにしてくんね。病室をノックもせずにいきなり入ってきた誰かが俺に文句を言いつける。一体誰だよ。苦しいながらに視線をそちらに向ければ、俺は目の前の人物を見て驚きを隠せなかった。相変わらず芋っぽい顔してんな。近寄るだけでダサくなりそうだわ。そこにいたのはまさかの宍戸先輩だった。なんであんたがここに。咳で苦しい中、必死に言葉をつないで自分の疑問を口にすると、彼は昔のように俺を嘲笑いながら答える。なんでって、見りゃわかんだろ。俺がここの医者だからだよ。まさかの返答に、俺の顔から血の気が引いた。急患でお前が運ばれてきたときは、正直びっくりしたよ。まさかこんなところでお前なんかと再会するなんてな。
嫌なやつの顔見たわなんて思いながら、処置は他の先生に任せたけど、今日の当直、俺なんだよね。俺の部屋が個室なことをいいことに、ベラベラと余計な言葉を並べる宍戸先輩。頭は痛いし、咳で体は辛いし、追い打ちかけるように、ひどい言葉を浴びせられた俺は、彼を睨みつけながら、部屋から出て行ってくれと伝える。どうでもいいんで、咳止めだけ処方して、部屋出て行ってもらっていいですか？はあ？お前何様だよ。人に物を頼むときは、頭を下げて頼むって、母ちゃんから教わらなかったのか？ケラケラと馬鹿にしたような笑い声を上げ、俺に土下座を強要し、薬を懇願するように促す。腹が立った俺が彼を睨みつけながら見つめていると、彼はその様子が楽しくて仕方ないのか、にやりと不敵な笑みを浮かべて、俺のそばに歩み寄り、嫌みったらしく言葉をささやく。低学歴に効く薬ない。諦めて咳に苦しみながら痛みに耐えるこった。医者とは思えないような言葉の数々に俺の怒りは爆発。これでどうなろうと構わない。近くにあった花瓶に手を伸ばし、あるまじき行動を取ろうとしたその瞬間。いけませんよ。そんなことをしては。不意に病室に入ってきた人物に、俺の行動が読まれ止められた。俺はその人物を見て、驚きの表情を浮かべる。あんたはさっきの。そこには先ほどのナースが立っており、悲しげな表情を浮かべながら、俺の方を見つめていた。ダメですよ。あなたの手をそんなことで汚しては。先ほどのナースが俺のそばに歩み寄ってくると、伸ばしかけた俺の手を取り、落ち着かせるように撫でてくれた。もったいないです。こんな人のことで、あなたの人生が台無しになるのは。春川理香子。首から垂れ下がっている名札を見て、彼女の名前を認識すると、俺は涙を流しながら彼女に胸の内を伝えた。けど、この男に全てを邪魔されたんです。全てってまさか。なんだよお前、まだ妹のこと引きずってんのか？未練がましい男だな。あいつは結婚したんだぞ。泣きながら吐露する俺の言葉に、怪げそうな顔を浮かべる宍戸先輩。それを聞いた春川さんは全てを察したらしく、俺をかばうように前に立ちはだかり、宍戸先輩に臆することなく言葉をつなげる。先生、随分と肝っ玉の小さいことをなさるんですね。背を向けられているから彼女の表情は読み取れないが、一つ言えるのは宍戸先輩が彼女の顔を見てものすごく怯えているということだ。いやー、これは妹にこんな男はもったいないじゃないですか。その話もですが、先ほどの会話すべて廊下まで響いていましたよ。見えなくてもわかるのは、彼女がものすごく黒いオーラを放ちながら、笑顔で宍戸先輩を追い詰めているということだ。宍戸先輩が怯えるほどの人物。この人は一体？そんなことを思いながら、二人のやりとりを見守っていると、彼女は宍戸先輩に顔を近づけ、低い声で言葉を発する。業務放棄ですよね、さっきの言葉。先生はどういうつもりで医者になったんですか？丁寧な物言いなのにドスが効いていて、表情が見えていない俺でさえも彼女の言葉にビクッと怯えてしまう。そのくらいの凄みを真正面から受けているのだ。それを受けた宍戸先輩が腰を抜かすのも無理はない。待ってくれ。頼む。許してくれ。いいえ、許されるわけないでしょ。何甘いこと言ってるんですか。このこと、しっかり父には報告させていただきますので。父？
いきなり出てきた父というワードに思わず反応してしまった。それが聞こえた春川さんはこちらに振り返り、俺に柔らかな笑みを浮かべてくれる。私の父親、ここの委員長なんですよ。衝撃発言に俺は驚きの声を上げ、同時に宍戸先輩は顔から血の気が引いたように真っ青になっていた。知り合いのよしみであなたをこの病院に入れてくれたのに、その恩をあだで返すような真似をしていたなんて、見損ないました。あなたにこの病院の医者を名乗る資格なんてありません。待ってくれ。頼む。もう二度とこんな真似はしない。心を入れ替えるから。いいえ、手遅れです。そういった次の瞬間、春川さんの合図とともに、ビデオカメラを構えた別のナースが中へと入ってくる。証拠はバッチリと撮らせていただいたので、しっかり撮れてる？はい先輩、そりゃもうバッチリと。太陽のように明るいその女性は、ビデオカメラを見せつけるように掲げながら、任せてくださいと元気よく返事をする。なすすべなしといった状況に、宍戸先輩は諦めたのか、青ざめた顔をしたまま、うなだれていた。そんな宍戸先輩は、ビデオカメラのナースに付き添われながら病室を後にし、院長室にそのまま呼び出されたそうだ。どうしてあなたがここまで？実は私、あなたのこと知ってたんです。二人が出て行き、病室には俺と春川さんだけとなり、春川さんに先ほどの事情を尋ねると、彼女は眉根を伏せながら少し困ったような笑顔を浮かべた。私とあなたの元カノ宍戸さんは大学時代の友人なんです。衝撃の事実に思わず驚きの声を上げた。今も付き合いがあって彼女と仲良くさせてもらってるんですが、救急で運び込まれたあなたの名前を見たとき、もしかしてと思って彼女に連絡を取ったんです。元カノは彼女に当時の思い出をよく聞かせていたそうだ。自分が兄に逆らう勇気がなかったから、あなたにはひどいことをしたととても悔やんでいました。泣きながら何度も謝り、届きもしない俺への悲痛な思いをずっと春川さんに聞いてもらっていたそうだ。あなたが緊急で運び込まれて、宍戸先生がそれに気づいた瞬間、嫌な予感がしたんです。きっとあなたに何かを仕掛けるつもりだ。そんな風に思ってあなたのことを気にかけてみるようにしていました。だからあんなビデオカメラまで用意して準備万端で乗り込んできたのか。すべてのピースがはまったように状況を理解した俺は彼女に向かって深々と頭を下げた。春川さんのおかげで本当に助かりました。なんとお礼を言ったらいいのかわかりません。お礼なんていらないです。その代わりと言ってはなんですが、退院したら彼女に会ってほしいです。その言葉が誰を指すのかはすぐに理解することができた。何十年ぶりの再会。しかも彼女は既婚者。気持ちの整理がついていないのに、俺は会えるのか？そんな一抹の不安を抱いていると、春川さんが優しく手を包むように握ってくれた。大丈夫です。私もそばにいます。このまま永遠と会わないまま、二人には後悔してほしくないんです。彼女からの後押しと思いに根負けし、俺は隊員と共に彼女に会う約束をした。それから担当の先生がやってきて、俺の対応も適切に処置してもらい、入院から1週間ほどで退院。宍戸先輩はというと、委員長に全てを話され首に。他にもパワハラやセクハラなど、一通りの問題行動をしていたことも発覚し、医療業界で彼を拾いたいという病院は現れず、俺以上に年収の低い会社に就職。仕事に文句をつけながら、いつか見返してやると歯を食いしばり、仕事をどうにかこなしているそうだ。俺は
春川さんとの約束通り元カノと再会。春川さん立ち会いのもと、喫茶店で顔を合わせることになった。久しぶりだね。元気してた？久しぶりに顔を合わせた元カノは、以前とは雰囲気も変わり、落ち着いた様子で、俺よりもはるかに大人な女性に変わっていた。元気だった？ずっと直接謝りたかったんだ。元カノは瞳に涙を浮かべ、俺に向かって深々と頭を下げた。あの時はごめんなさい。本当にごめんなさい。あなたにたくさんひどいことをした。そんな、君が謝ることじゃないだろう。私が兄を止められなかったのが悪いのよ。俺の言葉を遮るように元カノが口を開く。怖かったの。当時の兄が怖くて仕方なかったの。何度もあなたを守ろうと兄に話し合いを試みたけど、その度に怒鳴られて怖い思いをさせられて、どうすることもできなかった。とことんまで落ちてる人だな。宍戸先輩のことを忌々しく思いながら、俺は自分の拳を握りしめていることに気がついた。今思い出しただけでも一発思い知らせてやりたい。そんな思いに駆られる。でも、もっと私が周りを頼って勇気を出せばよかった。一人でどうにかしようとせず、誰かに助けを請えばよかったのに。あなたを傷つけて本当にごめんなさい。泣きながらずっと頭を下げ続ける元カノの手を、俺は優しく握りしめた。俺は大丈夫だから、君のことを何も責めたりしてないよ。むしろこうしてあって、君の本心が聞けてよかった。勇気を振り絞ってくれて本当にありがとう。俺のことで彼女がこんなにも辛い思いをしていたなんて想像もしていなかった。それだけで俺の心が救われた気がした。結婚したんだろ？これからも旦那さんと幸せにね。君ならいい奥さんになれるよ。夏も元気でね。こうして俺は元カノへの思いにようやく踏ん切りをつけることができた。元カノと別れ、帰り道が同じの春川さんを近くまで送ることに。俺は気まずそうに笑いながら声をかけ、彼女にお礼の言葉を伝えた。なんかすみません。春川さんのこと巻き込んじゃって。でも本当にありがとうございました。あなたが俺と元カノをつないでくれた。元カノと俺の心を救ってくれたんです。そんな大げさですよ。でもよかったです。二人の中の取っかかりが取れたみたいで、安心しました。それにしても本当によく似ている。笑った顔も、ふとした時に見せる仕草も、今の彼女ではなく、当時の元カノに似ていて、思わず見とれたように彼女を見つめていると、それに気づいた春川さんがこちらに振り向いて微笑む。そんなに私、宍戸さんと似てますか？あ、いえすいません。失礼でしたよね。女性を凝視なんて。心の中を察されたみたいで、慌ててそれを隠すように視線をそらすと、春川さんが俺の手を握りしめる。まだ彼女のこと好きなんですか？俺の心を知りたいと言わんばかりに、俺へと歩み寄ってくれる春川さん。その優しい声色と口調に、俺も自分の本心を素直に伝えた。正直、むちゃくちゃ好きです。結婚なんてしないでほしい。彼女が元カノに似ていたからだろうか。まるで元カノ本人に言えなかった気持ちを彼女に吐露するかのように、思わず彼女を抱きしめて自分の思いを伝えた。嫌がらせされようが、苦しめられようが、そんなことどうでもよかった。別れないでほしかった。
いなくならないでほしかった。当時言えなかった気持ちが溢れ出し、言葉が止まらない。ずっとずっと君のことが忘れられなかった。願わくばもう一度、君の彼氏として隣にいたかった。気づけば涙を流しながら、俺は春川さんに元カノへの気持ちをぶつけていた。好きだったんだ。本当に君のことが好きだった。俺が君と一緒に。里中さん。優しく回された手の感覚に我を思い出し、俺は慌てて春川さんから体を離した。すみません、俺何して。里中さん、私と付き合いませんか？流した涙を見られるように拭っていると、突如春川さんから言われた言葉に思わず俺の動きが固まる。いきなり何言って。宍戸さんのことを忘れられなくてもいいです。私を代わりと思ってくれてもいいです。私があなたを支えたいと思いました。こぼしていた涙もピタリと止まり、わけがわからないこの状況に混乱する。そんな俺の様子にお構いなしに春川さんは言葉を続けた。私も正直あなたのことを好きかはわかりません。でもあなたの支えになりたい。力になりたいと思いました。あなたのそばにいてあげたい。素直にそう思ったんです。そう言って微笑んでくれる春川さんの笑顔は元カノとは違い、とても柔らかくて優しい母のような温かな眼差しを俺に向けてくれた。少しずつでも構いません。私のことを春川理香子として見ていってくれませんか？私もこれから里中夏という人を知っていきます。彼女からの一風変わった告白に起用され、俺はその告白を承諾。まさかの付き合うこととなったのだ。自分でもよく覚えてないんだ。理香子となんであの時付き合ったのか。でも、あの時から理香子のこと、元カノと重ねて見ることはなくなった。どうして？なんだろう。春川理香子っていう一人の女性として認識したのかな。よく見ると全然顔違うしね。きっと宍戸さんへの思いがとても強かったんでしょうね。夏は一途で彼女思いだから。二人でソファーに座りながら懐かしむようにアルバムを見ていると、理香子が俺を見て微笑んでくれる。あれから俺と理香子は交際し、自然と深い仲へと変わっていった。後になって知ったが、理香子は元カノから話を聞きつつ、俺にすごい惹かれていたらしい。こんなにも彼女思いで一途な人って一体どんな人なんだろう。そう思って気になっていたそうだ。だからあの時、あなたが私を抱きしめながら宍戸さんへの後悔を話した瞬間、絶対この人を手放しちゃいけない。私がこの人の隣にいたい。そう思っちゃったんだよね。茶目っ気混じりに語る理香子は幼く、と照れが混じった笑みを浮かべていた。でもおかげで俺は前を向けたし、今こうして理香子といられることを幸せに思っているよ。そんな理香子を愛おしく感じ、俺は彼女の手を優しく握りしめた。私も夏と一緒にいられて本当に幸せ。交際5年が経った俺たちは今年晴れて夫婦へとなる。元カノにもそれは報告済みであり、なぜか仲人を買って出られるほどに楽しみにしてもらえた。元カノが忘れられなかったはずなのに、今じゃ理香子しか俺の目には映ってないや。あら、いいことじゃない。これからも夏のこと、骨抜きにしてあげる。まるで誓いのキスを交わすように口づけし、俺たちは
幸せに浸るのでした。